みんな、元気なのだ。今日はね、東南アジアの新しい国、東ティモールについて深掘りしていくのだ。実はね、東ティモールの国章には、とっても珍しいものが描かれているのだ。なんと、独立のために戦った象徴として、近代的な自動小銃がドーンとデザインされているのだ。ほんとかけんじゃなくて銃だなんて、びっくりするのだ。今日は、そんな東ティモールに関するニュースを全部で5つ紹介していくのだ。中でも特に注目なのが4つ目のニュースなのだ。東ティモールにおける議会、正当性、そして後手後手の統治の弊害というとっても考えさせられる記事なのだ。なんとね、議員さんが高級車をたくさん買う計画を立てたら国民が大激怒して大規模なデモに発展。結局計画は撤回されたんだけど、これってただのハッピーエンドじゃないのだ。一見民意を尊重したように見えるけど、実は国の民主主義にとってとっても深刻な問題をはらんでいるのだよ。政治家の贅沢と国民の苦難、そして議会の正当性についてじっくり考えていくのだ。この動画が良いなと思ったら高評価とチャンネル登録も忘れずによろしくなのだ。さあみんなで一緒に見ていくのだ。今回は東南アジアに位置する魅力的な国、ティモール・レステを紹介するのだ。正式名称はティモール・レステ民主共和国で、別名、東ティモールとも呼ばれ、まだ聞き慣れない人もいるかもしれないのだ。地理的には、インドネシアの東に広がるティモール島の東半分と、いくつかの小さな島々からなるのだ。首都は海に面した賑やかなディリなのだ。この国はかつてポルトガルの植民地で、その後インドネシアの支配下にあったという複雑な歴史を持つ国なのだ。しかし2002年にアジアで最も新しい独立国として民主主義の道を歩み始めたのだ。人口は約130万人と比較的少なく、人々は穏やかな生活を送っているのだ。主要な産業は石油や天然ガスの輸出だけど、香り豊かなティモールコーヒーの生産も盛んなのだ。手つかずの美しいビーチや豊かな自然は、エコツーリズムの宝庫として近年注目を集めているのだ。ポルトガル語の影響を受けた文化や、人々の温かさもこの国の魅力なのだよ。現在、ティモール・レステは石油資源への依存から脱却し、観光や農業など、持続可能な経済発展を目指している真っ最中なのだ。若い世代の未来を開くための挑戦が続いているのだよ。一つ目のニュースなのだ。IWPG を国際平和の灯台に導く決意という記事なのだ。国際女性平和グループ、通称 IWPG に、チョン・ナヨンさんが新議長として就任したのだ。前議長のユン・ヒョンスクさんから8月1日にソウルで開かれた式典でバトンを受け取ったのだ。チョン新議長は就任の挨拶で IWPG を真の国際女性平和団体にして暗闇に満ちた世界中に希望と平和の光を届けるのだ。私自身も平和の使者となり、謙虚に皆の声に耳を傾け、明確なビジョンを打ち立てていくのだと力強く抱負を語ったのだ。チョン議長は2015年8月に IWPG に加わってからこの10年間国際政策や戦略計画、国際関係のディレクターなどを歴任し、2023年5月には事務総長に就任していたのだ。議長になる直前はグローバル地域一の地域ディレクターも務めていたのだ。特に2018年からは国連の活動にも積極的に参加しているのだ。国連女性の地位委員会、通称 CSW などで演説し、女性平和活動家の育成に尽力してきたのだ。彼女は2018年に国連に最初の一歩を踏み出した時、IWPG からは3人しかいなかったのだ。今は IWPG のすべてのグローバル地域が活発に活動していて、各国政府と協力して国連サイドイベントを共催できる国際組織へと成長したのだ。と、これまでの IWPG の成長を振り返ったのだ。ユン前議長は
チョン議長が IWPG の浮き沈みを共に乗り越え、常に最前線で活躍したことに感謝の意を表したのだ。ユン前議長は2017年から8年間 IWPG を率いてきたのだ。彼女の任期中、朝鮮半島間の民間交流を提唱し、国際社会に支援を求めてきたのだ。また、国連 CSW に参加し、平和と戦争終結の宣言、通称 DPCW の制度化を世界中の代表団や NGO、関係者に働きかけ、暴力と不平等のない持続可能な平和を築くという IWPG の核となる価値観のもと、女性リーダーシップの拡大に貢献してきたのだ。IWPG は、国連経済社会理事会と国連広報局に登録されている国際女性 NGO なのだ。123カ国に114の支部があり、66カ国に808のパートナー組織を持っているのだ。持続可能な世界平和の実現というビジョンのもと、IWPG は平和ネットワークの構築、平和文化の普及、女性平和教育の実施、そして DPCW の法制化支援に積極的に取り組んでいるのだ。2つ目のニュースなのだ。ERNAMA の TADOLI 訪問、メディア協力強化を再確認という記事なのだ。マレーシアの国営通信社 BRNAMA、ベルナマが東ティモールの国営通信社 TADOLI、ダトリを訪問したのだ。これはメディア協力をさらに深めるための重要な一歩なのだ。ERNAMA のモハド、シュクリ、イシャク氏と TADOLI のノエミをファルカオン社長が会談したのだ。10名の BRNAMA 代表団は伝統的なタイスを使った温かい歓迎を受けた後、約30分間の会談を行ったのだ。TADOLI の施設見学も楽しんだのだ。イシャク氏は ERNAMA と TADOLI がニュースや番組の交換、そして記者交流プログラムなど多岐にわたる協力の可能性を探りたいと強調したのだ。将来的には協力覚書 MOU を通じて正式な関係を築きたいと考えているのだ。ファルカオン社長はこの訪問が東ティモールの ASEAN 正式加盟に向けた戦略的意義を持つと説明したのだ。両者は10月26日に協力枠組みに署名することで合意したのだ。この日は東ティモールの ASEAN 加盟と重なる特別な日になるのだ。協力枠組みには記者交流、研修プログラム、コンテンツ共有が含まれるのだ。さらに ERNAMA と TADOLI がそれぞれ相手国に特派員を設置することも検討されているのだ。これにより両国間の情報交換が活発になり、東ティモールの国際的な存在感も高まることが期待されているのだ。ERNAMA は1967年設立のマレーシアの公式通信社で、TADOLI は2016年設立の東ティモールの公式通信社なのだ。今回の BRNAMA の訪問は、メディア連携を強化するだけでなく、マレーシアが東ティモールの ASEAN での新たな役割を支援する証でもあるのだ。3つ目のニュースなのだ。政府、旧港ディリ国際コンベンションセンターに転換へ、という記事なのだ。東ティモール政府がディリのかつての港をディリ国際会議センターへ大変身させる計画を進めているのだ。これはフランシスコ・カルブアディレイ副首相兼経済、観光、環境大臣が閣僚評議会で発表したとっても重要なプロジェクトなのだよ。この新しいディリ国際会議センターは東ティモールが ASEAN東南アジア諸国連合への加盟を目指す中で近代化と地域統合の象徴になることを目標にしているのだ。会議センターの主要施設には会議室や講堂、広々とした展示ホールが設けられる予定なのだ。さらに楽しいレジャーや観光のためのエリアも充実するのだよ。例えば埠頭沿いには気持ちの良い遊歩道が作られたり、海の生き物に出会える水族館、
それからワクワクするエンターテイメントや商業施設も誕生するのだ。この計画はディリのウォーターフロント地域全体を活性化させて、ディリを大規模な国際イベントが開催される魅力的な目的地として位置づける狙いもあるのだ。政府関係者はこのプロジェクトによって観光が大きく盛り上がり、経済が活性化されて、地域コミュニティにたくさんの新たな機会が生まれると期待しているのだ。東ティモールの未来がもっともっと輝くための素晴らしい一歩なのだ。4つ目のニュースなのだ。東ティモールにおける議会、正当性、そして後手後手の統治の弊害という記事なのだ。東ティモールで議員用の高級車購入計画が国民の強い抗議を受けて撤回されたのだ。これは一見民意を尊重したように見えるけど、実は国の民主主義にとって深刻な問題をはらんでいるのだ。国民議会は約420万ドルかけて議員用のトヨタプラド65台を買うつもりだったのだ。でも国民の半数近くが貧困に苦しみ、子供の約 47% が栄養不足で発育阻害に陥っているこの国で、そんな贅沢な買い物は許されないって1000人規模の学生デモから始まり、2000人もの大規模抗議に発展したのだ。警察との衝突もあったのだ。この政治家の贅沢と国民の苦難の対比が深い批判となってデモを引き起こしたのだ。議会はデモの圧力に屈して購入計画を撤回したけれど、これは代表民主主義の根幹を揺るがす危険な前例になりかねないのだ。本来議会の正当性は選挙で選ばれたことと法の支配に基づく審議にあるのだ。でもデモに押されて決定を覆すと、制度的な手続きを迂回できるというメッセージを送ってしまうのだ。これでは政治的正当性が選挙箱から声の大きな民衆へと移る衆愚政治に陥る危険があるのだ。議会の権威が損なわれ、将来的に人々が議会ではなく路上での抗議に頼るようになるモラルハザードを引き起こしかねないのだ。このような危機に対応するだけの反応型政策決定は短期的な緊張を和らげても長期的には議会の信頼性を低下させてしまうのだ。デモで政策を変えられると分かれば、今後も過激な行動が増え、社会が不安定になる恐れもあるのだ。政策の一貫性が失われ、経済発展にも悪影響が出る可能性もあるのだ。民主主義がしっかり定着するためには、すべての政治家がゲームのルールを守ることが重要だとされているのだ。でも今回の件は、民衆の力で議会の決定が覆せるというルール破りの前例を作ってしまったのだ。これでは選挙で選ばれた議会の権威がその時々の国民の承認に左右されることになってしまうのだ。市民が投票では何も変わらないと感じて、もっと対立的な手段を選ぶようになる危険性もはらんでいるのだ。もちろん国民の声に耳を傾けることは大切だけど、それは公聴会や法改正といったきちんと制度化された方法を通じて行うべきなのだ。圧力に屈して急な変更をするのは憲法上の権威を損なうことになってしまうのだ。東ティモールが長期的に安定するためには、国民に耳を傾けつつも圧力に強く、憲法の原則に基づいて独立して審議できる、そんなバランスの取れた民主主義を築くことが不可欠なのだ。議会は議場で立法すべきであって、路上で立法すべきではないのだ。5つ目のニュースなのだ。東ティモール人労働者合労働移動プログラムで2万人雇用達成という記事なのだ。オーストラリアと東ティモールの労働移動プログラムが大きなマイルストーンを達成したのだ。なんと2025年9月18日、2万人の東ティモール人労働者がオーストラリアで働くことになったのだ。これは東ティモールの若者やその家族にとって人生を大きく変える素晴らしい機会になっているのだ。オーストラリア大使館はこの成果が両国の友情と東ティモール人労働者、その家族、そしてコミュニティに
人生を変える機会を創出するという共通の決意の強さを反映しているのだとコメントしているのだ。この節目を祝う式典は東ティモールで開催され、オーストラリア大使館のエドワード・ウィルキンソン臨時代理公使と東ティモールの職業訓練、雇用担当国務長官であるロジェリオ・アラウジョ・レンドンサ氏が出席したのだ。プログラムで実際に働いている東ティモール人労働者とその家族も参加して、このプログラムがどれほど大きな影響を与えているかを示したのだ。ウィルキンソン公使は PALM 太平洋オーストラリア労働移動制度を通じて労働者たちが貴重なスキルを身につけ収入を得て東ティモールの発展に貢献できるのだと語ったのだ。さらに東ティモールの労働者たちはオーストラリアの地方や地域の労働力不足を解消し地域社会の文化を豊かにするというオーストラリアへの大切な貢献もしているのだ。まさに両国にとって素晴らしい成果なのだ。今回は魅力あふれるティモール・レステのさまざまなニュースを紹介したのだ。独立国として国際連携や持続可能な発展を目指す姿、そして国内の課題も垣間見えたのだ。まだ若い国だけど未来へ向かって挑戦し続ける彼らの努力はとっても応援したくなるのだ。みなもティモール・レステに注目してほしいのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。